次は希望トーク、はい、めっちゃ嬉しかったこと、はい、まあある種こう絶望が希望に変わった瞬間というかね、まあそういうことってまあ絶望の数も多いけど、はいはいはい、その分やっぱ乗り越えてきた、そうそう、イコール希望の数はね、同じ以上がもしかしたらそれ以上かもしれないです、そうでしょ、そういうなんかちょっとこうパッとこう出てくる、はいはい、これは嬉しかったなっていう話ちょっと聞かせてくださいよ。これはね、僕は E3 ですよ。 E3 でアメリカのね毎年6月でやってる、自分のゲームがカプコンさんで出たキラーセブン展示された時にすっごい嬉しくて、この場所に俺建てたんだっていうのを3日間ねずーっとねもうカプコンさんのブースのちょっと離れたところでずーっと見てて、ずっと遊んでる人たち見てて生きててよかったってすごく思いました。でなぜかというと、E3 に行ったのがやっぱそのもっと前なんですよね。その3年前ぐらいかな。でもその時にただ見に行くだけじゃあれなので、当時ヒューマン時代の海外担当だった方とアテンドお願いして、何個かアポを入れてもらったんですよ。でいろんな会社さんと会うような段取りも手はず整えて一応行って、すみません覚えてます？絨毯が廊下から含めて全部分厚いんですよ。分厚い分厚い。このぐらい？だからほわほわなんですよ。足が痛くならない。でこう入った瞬間に天井がもうちょっと高いんですけども、そのギリギリまでみんな櫓組んでるんですよ。組んでるね。トニー・ホークがスケート滑ってるんですよ。スケートこういうのバンク作っててガシャーンガシャーンとか言って、本当スケールがさ、実際の戦車を会場に運んでたりとかさ、そう現物これっていうね。でそこで T シャツぶん投げてて、もうねこうグッズがいっぱいになるんですよ。そのぐらいもうバブルもすごいし、祭り騒ぎだってね、昔の言い過ぎが特に。僕ら日本でゲームを作ったし、日本のゲームマーケット向けにゲームを作ってたし、でもそこが中心だと思ってたら、世界にゲームマーケットがある、しかもアメリカってこんなバカでかいんだっていうのを改めて感じて、この場所に俺はいないっていうことに初めて行った時に感じたんですよ。本当にまだスタート地点にも立ってないんだなっていうことをすごくこう痛感して打ちのめされたんですよ。でやっぱりいろんな会社さんに会いに行って、当時アトラスの社長さんの鈴木さんとかも会ってくださって、でも優しい言葉かけてくださって、いい企画ですよとかって、いつか一緒に仕事しましょうねっていう、でもそういう言葉とか救いになって、じゃあいつかこの人たちと仕事したいなと思って、どうすれば世界に向けて E3 の真ん中に立てるようなゲームを作れるのかなっていう、もうずっともがきながらやっていく中で、たまたまそのカプコンさん、当時三上さんから声かけてもらって、でキラーセブン作って、でプレアブル出来上がった時に E3 でそれがついに出展されて、もう嬉しくて、だけどその後3年間連続で出展したんですよ。そうだよね。なかなか卒業しないキラーセブン先輩がね、普通ね E3 って1回だからね。1回であそこで見本市で出してあと売る。なのに翌年も出すってなんで売らねえんだよっていう。それでもう感極まっちゃってよく書いちゃって、もっとよくしようみたいな、もっと気合い入れようみたいな。長かったもんね、キラーセブンね。長かったっすよ、長かった。俺自身も海外でのそのプロモーションっていうのを意識したのはやっぱね、須田剛一がきっかけだったね。業界の中でもまた早かったよ、やっぱ。海外市場に目を向けて、日本以上に向こうで売るんだっていう、ある種のその憧れとはちょっと違うのかもしれないんだけども、その海外戦略、これをずいぶん早く須田剛一は意識してんなっていうのをファミ通見たりとかウェブのニュース見たりとかしながら、確かにこれから子供って少子化でさ、子供の数はどんどん減っていくっていう、我々からするとお客様の数が減ってるわけだから、そうか、須田剛一みたいにもうちょっとこれ海外意識せんとダメやなと思って、すごく意識的に海外のイベントも俺回るようになった。これから先はやっぱ名指しで、結局セガだろうとカプコンだろうと、それこそバンダイだろうと、どこのメーカーだろうと、パッケージを手に取ってでどこが作ってんのって裏を見て、グラスホッパーだったら、信用できるとか、サイバーだったらみたいな形で絶対選ばれる時が来るから、デベロッパーをちゃんとやっぱこれから打ち出していかんとあかんなって思ってて、あなたがちょっと先やってたから、それはちょっと意識して俺もやろうって。
海外のメディアが作った人間の人の話を聞きたいっていうのがちょうどその時の一致したんだよね。多分ね、いいタイミングで一致したんですよ。キラーセブンのプロモーションに僕参加できなかったんですよ。やっぱ開発終わってたんで、昔はそうだったね。で、僕が行かずに小林さんが全部やってくれたんですけども、その時に小林さんがすごく僕のことをいっぱい話をしてくれて、海外のメディアが須田51っていうのが謎のクリエイターがいると、あいつは何者なんだっていうふうにざわざわしてたんですよ。で初めてノーマンヒーローズで海外回った時に、お前が須田51かみたいな感じですごいなんかみんなが喜んでくれて、それがなんかね嬉しかったというか、作品だけじゃなくて、君は何者なんだみたいなことをみんな知りたがるんですよね。カプコンブランドでしかも小林さんがそこで道を作ってくれて、本当にカプコンさん頭上がんない。まあそうね。松山さんもね。いやもちろんもちろん。各メーカーね全然やっぱカラーも違うけど、カプコンはやっぱなんかこう独特だよね。いや本当独特のパワーというか、ねすごいよねあの会社。多分本当ね昇竜拳打てる人いるんじゃないですか。辻本会長とか絶対昇竜拳打てんじゃないかなと思って。竜巻旋風脚ができてるね。